ロボットを Python で制御する方法を説明します。シミュレーション中のロボットの動作をスクリプトで制御し、動作を記録して自動化します。パート1では、ロボットを指定した位置まで移動させます。E カタログのタイプ別モデル。ロボッツ。三菱エレクトリックを展開します。RV13FL を追加します。ロボットの動きを設定します。プログラムタブを開きます。マニピュレーション。ジョグが選択された状態でロボットを選択します。プログラムエディタウィンドウのサブプログラムにあるプラスボタンをクリックし、シーケンスを追加します。名前を example に変更します。ジョグウィンドウを開きます。座標でオブジェクトを選択し、Y 座標を500にします。サブプログラム。example に各軸補完ステートメントを追加します。各軸補完ステートメントはロボットの位置を記録し、ジョイントの値を補完して動かすことができます。ジョグウィンドウで Y 座標を-500にします。サブプログラム。example に各軸補完ステートメントを追加します。サブプログラムのルーチンは Python スクリプトに呼び出して使用することができます。example ルーチンを Python スクリプトに呼び出し、シミュレーション実行中にロボットが動作するように設定します。シミュレーションをリセットします。モデリングタブを開きます。動作設定。ビヘイビア。その他。Python スクリプトを作成します。Python スクリプトダイアログが開きます。今回は使用しないため、オンシグナル関数は削除します。オンラン内のパスを削除します。コンプ、イコール、ゲットコンポーネントと記述し、Python スクリプトを設定しているコンポーネントを取得します。ロボットアンダーラインエグゼキューター、イコール、comp.findBehavior エグゼキューターと記述し、Behavior のエグゼキューターを取得します。エグゼキューターはロボットやサーボの実行プログラムです。メインルーチンを実行しないため、ロボットアンダーラインエグゼキューター .isEnabled イコール、フォルスと記述します。ルーティーン、イコール、ロボットアンダーラインエグゼキューター .program.find ルーティーン、example と記述し、example ルーチンを取得します。if、ルーティーン、ロボットアンダーラインエグゼキューター .call ルーティーン、ルーティーンと記述し、example ルーチンを取得したとき、example ルーチンを実行します。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。example ルーチンが実行され、ロボットが動作します。シミュレーションをリセットします。ロボットのライブラリーを使用して、example ルーチンを Python スクリプトに呼び出す方法もあります。ロボットのライブラリーには、ロボットを制御するときに便利なメソッドが含まれています。Python スクリプトを開きます。from vchelpers.robot にインポートと記述し、ロボットのライブラリーを呼び出します。オンラン内を削除します。ロボット、イコール、ゲットロボットと記述し、ロボットの情報を取得します。ロボット .callSubroutine、example と記述し、example ルーチンを呼び出します。callSubroutine は、事前に定義されたロボットのプログラムを名前で呼び出します。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。example ルーチンが実行され、ロボットが動作します。シミュレーションをリセットします。Python スクリプトのメソッドを使用して、ロボットの動作を制御します。ドライブジョインツメソッドで、ロボットのジョイントを指定した位置まで移動させた後、example ルーチンを呼び出します。
6行目にロボットドライブジョインツと記述し、ロボットのジョイントを指定した目標値に移動します。今回は J1 から J3 までのジョイントを0の位置に移動するため、0を記述します。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。ロボットのジョイントが0に移動した後、イグザンプルルーチンが実行され、ロボットが動作します。シミュレーションをリセットします。ムーブジョイントメソッドで、ロボットのジョイントを指定した位置まで移動させます。7行目に、ロボット .controller.moveJoint と記述し、ロボットのジョイントをインデックス番号を使用して、指定した目標値に移動します。動かしたいジョイントをリンクのインデックス番号で指定します。J3 を動かすため、2番目を指定します。J3 のジョイントを90の位置に移動するため、90.0 を記述します。コンパイルボタンをクリックします。シミュレーションを実行します。ロボットのジョイントが0から90に移動した後、イグザンプルルーチンが実行され、ロボットが動作します。シミュレーションをリセットします。ロボットを Python で制御して、指定した位置まで移動させる方法の説明は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。